皆様こんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。本日はですね、とりあえず世界大会頑張ってくれという思いを込めて、OLL ってどうやって覚えたらいいのと、全然関係ないね。全然関係ない。頑張ってください。YouTube で投稿されてる方々もね、たくさん出場されてる方が多いので、応援しております。頑張ってください。OLL ね。どうやって覚えたらいいのっていうお話をしていこうと思います。これは OLL の手順動画ではないです。ではないので。ただやっぱり結構ぶち当たる壁だと思うんですよね。50パターン追加で覚える。十字の7パターンを覚えてるとした上で、50個覚えないといけないんですけれども、今私がぶち当たってる壁でしてね、こいつ。この子って、こういう四角になってない形。この四角になってない形を最初四角の形に揃えなきゃいけないよというような整形の手順があってですね。で、その整形の手順が60何パターンあるんですって。で、最終的にはこの形に持ってって正方形にするっていう感じなので、6手ぐらいかかるやつ、木の根っこみたいに6手ぐらいかかるやつからどんどんやっていったら、要はこの形は絶対最後に経由するわけなんで、この形っていうのを覚えるわけですよね。こうやってなってても、これとこの形だな、これはこうやってやれば正方形になるな、みたいな感じになるので、整形の手順を手数が多いやつから覚えていくのか、それとも手数が少ないやつから枝分かれをしていって覚えていくのか、みたいな感じで困っているわけですね。で、それと同じで OLL っていうのも、50個形があると。どれから覚えればいいのということで、結構やってみようと思っても困ってしまう方って結構多いと思うんですよね。私は実際そうでした。どうしよっかなみたいな。覚えてもいいんだけど、なんかちょっと気が乗らないなと。50個ちょっと重たいなと思って、ちょっと大変だったんですけど、結論を申し上げます。覚えなくていい。冗談です。GG メソッドをやればいいというのは半分本音です。半分本音なんですけれども、OLL を十字の7パターンを覚えていれば VHLS という素晴らしい解法があるんですね。F2L の4個目をちょっと素直にこうやってスロットインするのではなく、ちょっと特殊な動かし方をして必ず十字を出すというような揃え方だったり、そもそも EO の位置を全部正しくした上で揃えていっちゃおうぜっていう GG があったりするんですけれども、真面目にお答えをするとですね、一気に覚える。これにつきます。で、単純に考えてみてください。例えば、こういう形の OLL があったとして、これを今日1個覚えましたとなりますね。これすごく簡単なセクシームーブをやったらおしまいなんですけど、これすごく簡単で、こういう風に動かしていけばおしまいっていう感じの、形なんですけれども、これを1個覚えたとして1日100回ソルブをしたら2回しかこれチャレンジできないんですよね。下手すると出てこないかもしれないんですよ。この OLL がっていう風になってくると、やっぱ皆さんルービックキューブを揃えていて、もう薄々感づいてることですけど、インプットって結構簡単なんですよ。こうやってこうだな、何回やってもこれってできるんですよ。この形だから T で横についてるだから、このブロックをここに持ってきて、こうやってこれをもう一回ここにぶち込んであげれば、はいできたみたいな、もう一回やってみようみたいな感じで、インプットって結構簡単なんですよね。これを出してあげて、これをもう一回ここにしまってあげるとみたいな感じで簡単なんですが、いきなりソルブ中にそういう形がほいっつって出てきたときに、こうやって出てきたときに、こうやって来たときに、なんだっけ、忘れちゃったな、みたいな感じになるんですよ。なので、アウトプットをたくさんしていかないと身につかないので、それは F2L も一緒ですし、PLL だって一緒ですよね。一生懸命、T パームとかっていうのを覚えるんです。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやってって覚えるんですけど、実際いきなり T パームの形がドンって出てきたときに、みたいな感じを繰り返していって、瞬発的にアウトプットができるようになったから、回せるようになったという
ことになると思うんですよね。何をカメラで見てっとなんかおかしくなっちゃったな。なので、なるべくアウトプットの回数をたくさんやりたいというふうに考えるのであれば、たくさん覚えるということが一番の近道になると思うんですね。で、OLL の覚え方としては、私はノムノムさんの動画で覚えました。あれはね、もう素晴らしい。私はノムノムさんと知り合いでも何でもないし、もう連絡すら取ったことないです。全然接点は何もない方なんですが、あの動画はね、完成度が素晴らしいので、ぜひ皆さん見てください。何が素晴らしいかって、説明していく順序がしっかり考えられてるんですよね。一番最初はスーンとかから入ったかな？スーンとかから入ったような気がするんですけど、で、そのスーンからワイドでスーンを回せばいいよとかいうやつとかから続いていって、なんかその動画を順に見ていくと、どんどんなんかその前回の知識が使えるという感じの動画に作られているので、非常に覚えやすいです。なので、あの動画を、お盆期間中とか、暇な時とかにボケーっと見て、で、できるところまででいいので、一気に覚えちゃって、で、それを、実際のソルブで頑張ってアウトプットするというふうにやっていくと、結構簡単です。OLL って手数って少ないんですよ。パターンが多いだけで。それが大変なんですけどね。それがやる気を削いでしまう一番の原因なんですけど、回し方は結構簡単なので、動画、見てみて、インプットをいっぱいする。私はどういうふうに覚えたかというのは、57個として考えて、45個を2日で覚えました。45個をノムノムさんの動画を見て2日で覚えたんですね。で、その45個を2週間かけてアウトプットしていったんです。で、もちろん45個覚えたと言っても、忘れちゃったってやつが5個かな5個ぐらい出てきてて、それを OLL トレーナーってやつがあるんですけど、それとかで、特定の OLL の形を出せる回転記号を載せてくれてるサイトがあるんですね。OLL の訓練サイトなんですけど、OLL トレーナーっていうのとかを使って、苦手な OLL、覚えてない OLL だけピッピッピッってタップしたら、その OLL だけをずっと出してくれるんですよ。なので、それで、この形はこうだな、みたいな感じで、覚えていったという感じで2週間アウトプットをして、で残りの2週間で12個のやつを1日3個ずつぐらい覚えていって、でもちろん前半に覚えた45個のやつもアウトプットしつつ、1ヶ月で57パターンっていうのを出せるようにした。普通のこのソルブ中にホイッつって出せるようにしたっていうのが1ヶ月間で、57個のパターンの瞬発的なアウトプット、ここへのデータの蓄積ですね。一番最初皆さんね、PLL 回すときって言って頑張って回してたじゃないですか。だけど今ってその形を見たらこいつが勝手に動かしてくれるじゃないですか。それにするのにもう1ヶ月かかったっていう感じです。なので、簡単に言うとですけど、インプットに1ヶ月っていう感じですかね。実際はアウトプットにほとんど時間を使ってるんですけど、インプットに1ヶ月、アウトプットに1ヶ月という感じで、57パターン。教える先生が良かったからです。教える先生が良かったからなんですけど、覚えることができたよという感じなんですね。なので、普通にソルブをするときに、OLL を覚えるレベルが人それぞれなのでどれくらいかわかんないんですけど、私は30秒を切るぐらいの時って1日5回ぐらいソルブをしたら満足だったんですね。で、実際もし、じゃあ OLL を頑張って覚えていこうっていう時に、じゃあ OLL を1日1個ずつ覚えようっていうので、1日5回しかソルブをしなかったとしたら、絶対出てこないですよね。絶対出てこないんですよ。で、不思議なことに、こうやってやると回せるのに、ソルブでドンって出てくると、回せないんですよね。これがそのインプットとアウトプットの違いで、インプット中ってこうだよねっていう風に回せるんですけど、実際のソルブ中になんかこう F2L をこうやって入れた時にこれがいきなりこうやって出てくると、なんだっけこの干し柿みたいな感じで、私これ干し柿なんですけど、これすごい好きなんですよね。回しやすいんで。これだけで揃うんで。なのでこういうのとかってアウトプットをしていかないと本当に身につかないんですよ。ですから、なるべくだったらたくさん、もう限界でいいです。限界でいいので、私は動画が楽しかったから勝手に45個2日間で覚えちゃったっていうだけで、1日2日で57個全部記憶してやろうっていうようなことは全く思ってなかったです。思ってなかったんですけれども、面白いからほーんとか言いながらどんどんポチポチ動画を進めていったら覚えていっちゃったっていう感じですね。で、その覚え方も私の場合はの話ですが、3つぐらい動画を見ます。3つぐらい動画を見て、だいたい2つずつか3つずつぐらい紹介してくれてるんですね。で、じゃあ222でいいです。6個覚えたとして、4個目の動画に入る前に、これ全部サムネイルだけ見て回してみるんですよ。
で、こういうのとかって、例えばこうやってやって何回かやってると、その OLL の形って出てくるんですね。特定の OLL が揃う形を何回か繰り返していると、こういう形って出てくるので、これってこうだよな、みたいな感じで、3本動画を見たら、6個の OLL を一通り全部回してみると。何も見ずに。で、4個目の動画に入るみたいな感じですね。で、また4個目の動画から4、5、6の動画を見たら、今度は1から、6までの動画、つまり2、6、12ですね。アウトプットをしてみる。アウトプットっつうか、インプットなんですけど、ちゃんと12個覚えてるかな、みたいなのをサムネイルだけ見て、その形だけ見て、この形はこの動かし方だったよな、みたいな感じで、こうやって動かしてみて、今、これ、ちょっと遠いな。川3本って確か遠いんだよな。これ川3本のやつ。これ。これの動かし方なんですけど、こういうのとかが出てたら、こうだよな、みたいな感じで繰り返していって、で、実際のソルブでそれが出てきたら、必ず回す。これ逃げちゃダメです。疑似4までいけばいいんですけどね、疑似3はほんと信用できないんで、逃げちゃダメだ。行きます。あれ当たんねえんだよな、本当に。行きますので。僕がやりますだっけ？もう忘れちゃったよ。奇跡の価値はしか打ってねえから忘れちゃったよ。で、実際、出てきたら必ずそれを回すっていうことが大事なので、OLL は基本的に塊で覚えるというのが、私は一番効率よく OLL を吸収していくコツだと思いますので、よかったら OLL を今一生懸命覚えようかなって思っている方は、参考にしてみてください。はい。出てきた。これね、バットマンの形で、こっちについてるやつ。ここには2枚ついてるけど、こっちに1個しかついてないよってやつ。これ結構回しやすいですね。こうだな。間違えてるじゃねえか。こうだ。こうです。みたいな感じで、ちゃんとできるかなと。実際のソルブ中に出てきた時に、絶対にシンジ君になって逃げちゃダメです。逃げずに必ず回すと。で、もちろん、それができなかったやつっていうのはしっかり覚えておいて、100回回すと。揃え終わった後に、100回今の回せなかったやつをもう100回回すと。100回回した後にもう1回ソルブに入ると。できなくなっちゃったよ。カメラで見てるとなんかできなくなっちゃったよ。とにかくね、アウトプットをしっかりして、もし回せなかった場合は、何回も繰り返し練習をしてみると。私100回っていうのは嘘ですけど、10回回しました。OLL 覚えたはずなのにできなかったってやつが実際のソルブ中に出てきたら、もう一回その OLL の動画とかを見てみて、回し方を確認して10回回した後に次のソルブに行くという感じのことを1ヶ月間でやってましたね。最初の1ヶ月。で、45個って聞くと、2日で45個ってお前それやべえだろって思うかもしれないんですけど、結構できます。私はそんなに覚えるつもりなかったんですよ。どっちかっていうと、もともとそのどうやって覚えていこうって考えたときに、1日1個ずつ、立派だよねと。コツコツ覚えていくのっていいよねと。継続するコツって、目標を少なくすることなんです。目標の数字を少なくすることによって継続するのが簡単になるんですね。なので、一番最初からなんか大きい目標を立ててしまうと、すぐ挫折をしてしまうので、なるべく小さい目標、そういう意味では57個を覚えていく上で1日1個ずつって良さそうに思うんですけど、なかなかね、入ってこないんですよ。1日1個ずつだと。なぜならアウトプットができないから。なので、こうやってね、出てきたね。これ簡単だね。こうやってドンって通常のソルブ中に出てきたら、もちろんなるべくだったらタイム測ってる方がいいですね。タイムを測ってて、すぐできるやつと、って考えちゃうやつがあるんですよ。でも、って考えて、これがこうやってできる。あれ間違えちゃったよ。アンチセクシーム2発のやつか。こうだ。情けねえ。いや、これ忘れてたわけじゃなくて、なんかこの動画でゆっくりやろうとするとね、間違えちゃうやつなんですよね。これアンチセクシームーブで、こういくやつだ。これ簡単なやつですね。こんな感じでアウトプットをしっかりしていかないとなかなか身につかない。でもそもそもそのアウトプットできる回数が少なかったら身につくわけないんですよ。なので OLL を覚えるときっていうのは個人的には45個なんて一気に覚える必要はないので、できたら20個ずつぐらいの塊で3つに分けて20、20、20みたいなイメージで。実際60個ないですけど、20個覚えて、じゃあ2週間でアウトプットする。で、もう20個。できたら短い期間がいいです。丸1日で20個とか、2日で20個とかの方がいいです。
で、アウトプットに、2週間だったら14日だから12日か。12日ぐらいをアウトプットに当てる。アウトプットっつうか、まだその段階はインプットの段階なんですけど、なるべく通常のソルブ中に覚えた20個のやつをしっかり回すという風にやっていくのが一番近道です。まあ私はそれ以外のことをやったことがないんですが、実際 OLL を覚えていくときにどうやって覚えていこうかなって考えたとき、1日1個ずつって効率悪いよねと。できたらね、楽をしたいんです。57個も覚えるの大変なんで、できたら楽に覚えていきたいんですよ。で、楽に覚えていくためにはどうすればいいかなって考えたときに、一気に覚えた方がいいねというふうに、考えて、そういうふうにやって、結果、すぐに覚えることができたと。いや、すぐだと思うんですよね。結構すぐだと思うんですよ。1ヶ月で50個覚えたよと。いや、もちろんね、いつも言う通りいっぱいいろんな方がいらっしゃるから、いや、1週間で楽勝で回せるようになったよ。いや、瞬発的にいけるよ、みたいな。いると思う。俺は2ヶ月かかったから、瞬発的に出せるようになるまで2ヶ月かかったんで、2ヶ月って言っても、全然瞬発じゃないですよ。今の OLL これだ、ダンって回せるようになるレベルとは程遠いんですけど、回し方は間違えないよと。で、何でもいいんですけど、こういう綺麗な形、こういう OLL とか出てきたら、これなんもないやつだから、こうだね。何をやっているんだぜ。これでもいいや。これ、左側についてるやつだから、こうだね。みたいな感じで、その間違えずに回せる。思いっきり間違えてたけどね。これね、こうだよね。できるじゃあねえか。間違えずに回すということが2ヶ月でできるようになったっていうだけで、もう今みたいに F2L の4つ目をポンって突っ込んだ瞬間にこうやって回せるみたいなっていうのはもう全然です。2ヶ月じゃ全然できません。OLL のアウトプットも F2L と一緒で結構時間がかかるので、瞬発的に言うても私も今全然瞬発的にはできてないです。一回判断しますからね。F2L の4つ目をポンって入れたときに、みたいな。これ、が入りますね、一発。これだから、みたいな感じで、一発ワンクッション置きますね。瞬発的に判断できるやつってなんだろうな。なんですかね、こう、動かしてるときに F2L の4つ目を入れてるときとかに、例えば今みたいに、こうやって、塊できるな。みたいなのとかがなんとなく見えてて、ここに答えが出てきた時みたいな時は結構こうやって瞬発的に回すことはできるんですけど、ほとんど止まりますね。この形はみたいな感じで止まるんですが、そういうレベルになるのもだいぶかかりました。この話もね、ぜひしたいなと思って。というのはですね、予告みたいになっちゃうんですけど、結構、ルービックキューブ自体の性能も良くて、かつ情報も溢れてるので、小中学生、高校生って一瞬で速くなるんですよ。一瞬で速くなるじゃないですか。で、例えばルービックキューブ揃えられるようになりましたっつって、半年ぐらいで単発だけど、サブ10ができましたとか、半年ぐらいで AO100 がサブ20できましたとか、あれね、嘘じゃないと思うんですよ。本当に。面白くて子供が回してるとね、ものすごい成長するので、あれ本当だと思うんですよ。若いから、ちょっとこう見栄を張ってね、できましたって言ってるのも、あると思うんですが、私あれね、全然そういう風に疑ってなくて、本当にそうなってると思うんですね。だからすげえなーなんて思うんですが、私はね、全然ゆっくりでも構わないから、自分のペースで覚えていって、回せるようになればいいんじゃないかなって思うんですけれども、今はね、早い人たちがすごく多くて、いや、俺ってさ、この秒数帯になるのに何年かかってんだけど、みたいな人って多くないですか？多くないですか？私は人と比べるっていうことをしないから全然その気にしてないんですよ。全く気にしてなくて、面白いからやってるし、早くなろうと思って最短ルートでやってるわけじゃないから、もうステッカーキューブ使ったりとか、回しにくいキューブとか安いキューブ使ったりとか、その時で気分でいろいろね、キューブとかを変えちゃってるんで、調子がいいからってバンバン攻めていこうみたいな感じでやってないんですよね。回してて楽しいキューブとかを使っていってる感じなので、私めっちゃ遅いです。今、15秒ぐらい。ちょっと次回お話しすることなんですけれども、15秒ぐらいになるのに、年かかってますね。年かかってます。みたいな感じでね。どれぐらいでこの人ってこれぐらいのタイムになってるのってちょっと気になりません？だいたいルービックキューブの動画を YouTube に上げる人たちって結構上手じゃない？結構上手い人たち多いんですよ。もうサブ10してる人たちがもう別です。
もう今日のベストタイムがなんか6秒出ましたとか、8秒出ましたとか、AO5 点何秒とかの動画を出してる人いるじゃないですか。あれはまあ別です。もうね、神。めっちゃ上手。めっちゃうまいんですけど、そうじゃなくて、例えば、まあなんか、自分で回してるとね、わかるんですけど、20秒切りたいなっていうのがちょっとあります。うん。なんかこう、まあ、人前で見せるってわけじゃないです。人前で見せるわけじゃなくて、20秒を切ってくるとですね、またちょっと20秒を切る前よりも考え方が変わってくるというか、見えてることが少し変わってくるんですよね。で、もちろん20秒を切ってても F2L 使ってない人います。うん。うちの子供じゃないけど。1週間経って21秒だったの、AO100 が。今週 19.8 秒だったから。はっつって。しかも F2L はなんか感覚でやってるって言ってるんですよ。うん。まあ、どういうことかっていうと、私の一番最初の動画じゃないんですけど、その IT 化をすればいいっていうのは分かってる。分かってるので、じゃあこれ、これ教えたらすげえ感動してたんですよね。これと、これ。ひっくり返ってるやつと、この子がいたら、これをこっちに倒して乗っければいいじゃんっていう風に教えてあげたらすごい感動してて、これ、どうやってたんだっけな、なんかね、すごいめんどくさい手順でやってたんですよ。でも、これってこうやってやってここに乗っけてあげればいいよって教えてあげたら、なんかめちゃめちゃ、うわ、楽だ、これ、みたいなこと言って、ルンルンで揃えてたんですけど、なんかそういう感覚で揃えてるみたいでね、いや、すごいなと思って。でもやってることは一緒なんですよね。まあ多分こういう馬ってるやつとかはやってないんじゃないかな。なんかパッパパッパ揃えてるのを見てて、2個 F2L で入れて、2個なんかできないやつは1段ずつ入れてるみたいな感じの揃え方でやってたり、OLL もね、十字の7個しか覚えてないんですよ。で、PLL も R の左側のやつが回せなくて、V パームも回せなくて、N パームは5回、なんか5回こうやって繰り返すやつで回してるんですよ。それで、19秒っすよ。やばくないですか？どんだけ指が速いんだよっていう話なんですよね。で、成長がどれだけ速いんだっていう話なんですが、まあね、そういう若い世代の方たちっていうのはマジで速い。早いので、まあ、なんか全然成長してねえな、なんて思っちゃう方も多いかもしれないんですが、いやね、普通だよ。普通だと思います。結構ルービックキューブってやっぱりたくさん解いた方が、それこそね、マックス・パークさんなんかもなんでそんなに早いんですかみたいな質問に対して、たくさん解いてるからですって有名ですよね。何かのあれで答えてたんですけど、いや、人よりたくさん解いてるからですっていうふうに答えられてたんですけど、いや、その通りだと思うんですよね。人よりたくさん解くことによって、たくさん PLL も回すし、それによって指使いも上手くなっていくし、たくさん F2L とか OLL とかを判断するから、判断のスピードとか回すスピードも速くなってくると。だから、まあ、速くなるためにはたくさん回す。つまり時間がかかるっていうことですよね。だから、まあ、自分の成長はあんま速くねえなーなんて思ってる方も、来年の方が速くなってます。回し続けてればの話ですけど。回し続けてれば来年の方が絶対速くなってるので、まあ、速くなれとは言いません。私がそういうタイプじゃないから、速くなれなんて言うつもりはないんですけど、まあ、楽しければね、そこにルービックキューブあったら多分ちょこちょこ触ると思うんで、で、あまり気分が乗らないときとかっていうのは別に触る必要とかもないと思うんですよ。なんか飽きちゃったなとか思ったら、まあ、それこそこんなんとかやってみるのでもいいし、多分割をやってみるのでもいいし、4×4 とかものすごい面白いですよ。やっぱあまり興味がない時って多分割ってね、なんかいやいいかなってなるんですよ。私はそうだったんですけど、 F2L が嫌になった時期があったんですね。 F2L を一生懸命41個覚えたのに47秒ぐらいかかるじゃねえかと。俺20何秒でできるのになんで F2L 使って40何秒なんだよと。カスをやってなかった時に、なぜかそこでもルービックキューブはいらないとは思わなかったんですよね。 4×4 とかをやったことがないからやってみようっていうふうに思ったらめちゃくちゃ面白くて、ショートのひろゆきの動画じゃないんですけど、ここ 4×4 で私爪がものすごく薄くて弱い人なので、 4×4 で押し込みをしてしまうとこの爪がね2枚爪みたいになってなんかバキバキになっちゃうんですよ。でこのピンクのハイポキニウムのところがどんどんこう剥げていくみたいな、もうそんな状況になりながら絆創膏を貼って 4×4 回すレベルで 4×4 面白かったんで、もうそういうのでまあ気分転換をするという風にしていって、まあ長く付き合っていくっていう風にするといいと思うんですが、まあ人それぞれなんでね。これどうやってやんだっけ、なんだこれ、なんだこの形、
なんだこれ。NJ か？ああ、そういうことね。なので、なんかこう、うまく自分で気分転換を挟みながらやっていくのがいい付き合い方なんじゃないかなと思います。ただし、OLL を覚えるときには、できたら塊で覚えてください。飽きちゃダメです。逃げちゃダメです。外れますよ。その3連。その3連は外れますよ。逃げちゃダメです。必ず疑似音まで頑張ってください。疑似音まで頑張れば多分なんとかなります。わからない人は、わかんなくていいです。はい。なので、ぜひね、OLL を覚えるときっていうのは、携帯で見てると探せねえんだよな。OLL を覚える。なんだこれは。OLL を覚えるときっていうのは、基本的には塊で覚えると。これとかね。こうなって、こことここについてるっていう形とかね。これどうやってやんだっけ？今もう頭で考えようとした瞬間にもうダメになるわ。これどうやんだっけな。これどうやんだっけ？ほら、もう頭で考えようとしただけでもうダメだわ。まあとにかくこんな感じで回せなかったなというやつが出てきた時っていうのは、ほら頭で考えないとできるのよ。今違う OLL なんですけど。まあとにかくね、アウトプットをしっかりする。で、そのアウトプットの回数を増やすためには、塊で覚えないとダメです。なので、OLL の動画を出されてる方の動画を参考にして回してみる。で、私のおすすめが、のむのむさんの理由が、初心者向けなんですよね。に徹してるんですよ。彼はもっと効率のいい回し方をしてるんですね。実際のソルブで。ですけど、なるべく情報量を少なくするために、この回し方は今右手で回したやつの鏡手順で回せばいいです。みたいな感じで覚えることが少ないんですよ。ただし、その初心者の方に特化した教え方になってるんで、めちゃくちゃ左手って回しにくいんですよね。なので、とりあえずその形が回せるようになれば、回しにくい左手の回し方とか、あとはね、のむのむさん多少癖があってね、なんだっけな。だからこれはもうね、自分で変えてくれと。向上心のある人は、私とかじゃないけど、もう、こっちの方がいいじゃんって思う人は勝手に変えるから。のむのむさんは基本的に、もう何をやってんだ。もう初心者の方が分かりやすいようにっていう風に動画を作ってくださってるんで、左手で回してねとかっていうのがいっぱいあるんですけれども、これ。一本棒で、ここに白がついてるやつ。で、こっち向きなのか、こっち向きなのか、みたいなやつを、のむのむさんね、こっち向きで回してんのよ。こっちで、こう操作していく方法で回してるんですけど、すげえ回しにくいんですよ。なので私は同じ回し方をこっち向きに変えました。これはこうやって、ちょっとゆっくり、ちょっと待ってね。ゆっくりやるとできねえんだよ、もう、くそーそう、ちょっと癖があるなっていうやつとかは、とりあえず回し方を最初覚えちゃうんだけれども、他の人の回してる動画とかを見て、あれこの OLL 違う回し方してるってやつとかを自分で 0.25 倍速とかにして回してみて、そっちの方が回しやすかったら、後からそっちに変えると。いう風にすればいいので、基本的にはどなたの動画でも構わないので、とにかく OLL を57個全部覚えてしまうと。で、覚えてしまった後は、回しにくいやつとか、なんかそういうちょっと癖があるなってやつとかを自分の回しやすいやつに変えていくという風にしていけばいいので、なるべく基本的にはもう一気に塊で覚えてしまって、で、その後好きにすればいいよという感じにやっていくのがいいんじゃないでしょうか。ほら、できなくなっちゃったよ。これ逆モーションなんだけどさ、ちょっと待って。これ悔しいからこれだけ回して終わりにしよう。いや、ちょっと待って。携帯の画面見てるからダメなんだよ。携帯の画面見ずに、物を見れば回せる。この形ね。ほら、回せた。物を見れば回せるんだよ。携帯の画面見てっからダメなんだよ。こうか。これが逆モーションなんですよね。一本揃ってて、こことここに白がついてるよみたいな形で、向こう側。3時でも3時半でもいいんですけど、これをのむのむさんの場合だと、こっちで回してるんですよね。これがすごく私はちょっとやりにくくて、のむのむさんなんかはね、片手を右手で解くんで、この払いとかの動かし方がとっても上手なんですよね。ですけど、どっちかっていうとトリガーって左手の方がこうやりやすいと思うんですよね。右手ってどっちかっていうとなんかこういう動きに特化してるというか、左手の方がこういう動かし方ってやりやすい気がするんですけど、私はこれはこっちで、のむのむさんの動画はこっちで説明してたんだけれども、私はこっちで回してますね。こうなってるときは、向こうに一発目倒す。こうなってるときは、
こっちに一発目倒す。みたいな感じで覚えてます。ちなみに私は、これ、話の流れで偶然出てきただけなんですけど、この OLL、1本だよね。合ってるよね。1本で、確かね、ここについてるやつの、これバージョンもあったはずなんですよ。で、この形で、なんか2枚ついてて、1本棒がないってやつが2パターンかな。この形のやつ。1本揃ってて、向こう側なのか、こっち側なのか、ここに白がついてるパターン、ここに白がついてるパターン、これ2パターンあります。で、1本揃ってて、ここに白がついてる2パターンがあるんですね。これね、マジで大変で。で、あとあれか、この状態で、ここに2枚ついてるか、ここに2枚ついてるかみたいな感じ。違うな。ここに2枚とここに2枚だっけな。みたいな感じの OLL があって、このね、9時なのか3時なのかわかんないですけど、この OLL が私は一番最後まで残りました。こいつが本当にね、回し方は今みたいにこんな感じで、すごく回しやすくて好きなんですけど、判断がめちゃめちゃ大変だったんですよね。こうやって出てきた時とかに、ここに白ついてなくって、こっちで、こっち型だからこっちに倒すんだな、みたいな感じで、6秒ぐらいかかってました。これだから、これ、ここね、で、ここで、こっちね、みたいな。で、こうやって回し始める、みたいな。で、間違えちゃったと。カメラ見ながらだとダメなんだっつうの。なんでなんだろうね、これ本当に。一番最初一生懸命さ、これはこれで、これはこれでって覚えたはずなのにさ、なんでできねえのかな。これね。そう。こっち向きに倒してね、みたいな風に私は覚えました。ここに上の色がついてるときに、こうなってるときは、1枚揃ってれば、こっち向きに初手倒してねっていう風に覚えました。で、逆向きでこうなってて、ここにちゃんと白が、ここについてるときっていうのは、向こう向きに倒してねっていう風に覚えました。で、ここに白がついてるときに、ここに白がないときっていうのは、それちょっと動かしやすいやつですね。こうなってるやつがあるんですけど、それは動かしやすいやつで、こうなってて、1枚揃ってて、ここについてるとき、これあんま俺好きじゃないんですよね。ある回し方があるんですけど、私こっちからなんかね、倒して、セクシームーブ2回みたいな感じのやつかなあるんですけど、回せるかな。今ちょっと携帯画面チャレンジしますね。ちょんちょんちょんの方だよね、これね。こういって、ほいほい。ほい。よし。勝ち。はい。というわけで、OLL。今回の内容はね、結構一気に覚えろということと、あとは雑談を話しているだけだったんですけれども、割と参考になる方多いと思うんですよね。結構壁にぶつかると思うんですよ。なんか簡単な OLL から覚えたいじゃないですか。2パターンずつぐらいしかないやつというか、ちょっと回しやすいんでこればっかり出しちゃいますけど、これじゃなくてもいいな。一番簡単なのはどれだろうな。手前に倒して、アンチやったこれか。これ。さっきみたいな T がついてるんですけど、ここに白が2枚ないよみたいな。白っていうか、黄色下の場合はこう黄色でいいんですけど、そういう風に変換して考えてくださればいいんですけれども、ここに2枚ないよってやつってめっちゃ簡単なんですよね。ご存知の方も多いですし、OLL を覚えてない方も、1本棒を6時の向きでアンチセクシームーブじゃなくて、1本棒でセクシームーブをやってる方っていうのは、要は十字を出そうっていう操作をするだけで、ほいって揃っちゃうんですけど、多分覚えてない方は、ラッキーみたいな感じで思ってるはずなんですが、これか。こういうのとかね。なんかね、簡単なやつから、じゃあ1日5個ずつ覚えていこうかなとか、あとは私じゃないけど、いやいや、塊で覚えなきゃダメでしょと思って一生懸命覚える方とか、1日1個ずつとか、いや、どうすりゃいいんだろうみたいな感じで、覚えていくのが困ってしまっているという方って多いと思うんですけれども、まとめて覚えてください。で、必ずアウトプットをする。おすすめは、1日2日で20から30個。覚えれます。いや、結構簡単なんで。結構 OLL 簡単なんで、動画を5分ぐらい見て、で、3本見て、15分ぐらいあるじゃないですか。で、15分見た内容をアウトプット。インプットの段階なんですけど、覚えたやつを形だけ見てアウトプットして、で、また次の動画に行って、みたいな感じで、暇だったら、時間が許す限り、なるべく1日目で覚えた方がいいです。私の場合は45個覚えたのを2週間で頑張って、ここに蓄積してったっていう感じですね。で、残りの2週間で1日3個ずつぐらいを覚えちゃって、最後の1週間はもう57個全部覚えてたんで、普通にソルブをしながらアウトプットをしていったっていう感じですね。で、実際、その丸々1ヶ月で覚えた後に2ヶ月目どうだったのっていう話なんですけど、今の
回し方を覚えてないとかっていうのではなく、なんか判断しにくいなっていうのは置いといて、完全に忘れちまったぜっていうのは3つぐらいでしたね。3つぐらい、これなんだっけみたいな感じで覚えられなかったやつがありましたね。いや、偶然なんですけど、これかな。これだ。これ今私回し方変えてるんですけど、バットマン型のこっちについてるやつです。これなんかね、どういう回し方だっけ？なんかこういう回し方もあったんですけど、私は今、このバットマン型のこっちに1枚しかついてないやつ。こっちについてるやつはすごく回しやすいんですけど、こういう向きで回すんですが、こっち向きについてるやつ、これは、こうかな。すいません。ゆっくり回せないんですよ。絶対ゆっくり回せないから今のやつ。まあこんな感じで回し方を変えたんですけど、このね、バットマン型のこっちに1枚しかついてないってやつがね、なかなか覚えられなくて、なので、そういったちょっと覚えられなかったやつというのを OLL トレーナーにポチポチポチって入れていって反復で練習するという風にやっていくと非常に効率がいいと思います。OLL ってね、形を出すっていうのめんどくさいですよね。同じ動かし方をしてれば、いずれ絶対その形って出てきてくれるんですけど、できたらね、回転記号でペッ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 ってやって、この形っていうのを出してあげた後に、シュッつって揃えていく方が、インプットの効率はいいと思うんですよ。なので、OLL トレーナーというサイトかながありますので、お気に入りに入れてれば概要欄に貼っときます。よかったら遊びに行ってみてください。OLL トレーナー。OLL トレーナーってカタカナで入れたら多分出ると思うんですけど、ぜひ調べてみてください。これはね、これはゆっくり回してもできるかな。できるかな。はい。というわけで、OLL はね、なるべくまとまりで覚えましょうというところですね。ぜひ皆様頑張ってみてください。本日もご視聴くださりありがとうございます。そしてね、最初にも申し上げましたけれども、今ね、一生懸命世界大会で戦ってる方がこんな YouTube の動画を見てるわけがないんだけれども、開催中のこの期間にね、日本から頑張ってくれと、エールを送っている人もいますので、ぜひ悔いのない結果を残していただきたいなと思っております。本日もご視聴くださりありがとうございました。ではでは、まったねー。